はい、皆さんこんにちは、和田です。レトロゲーム楽しんでおりますでしょうか？今日はですね、大量にレトロゲームを買うためのリアル金策についてお話ししていこうと思います。めちゃめちゃ聞かれます。レトロゲームを買う資金源について初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介なんですが、僕はレトロゲームコレクションがたまらなく好きなんですよ。レアモノ商品はもちろんのこと、すでに持っているゲームでも流通数が少ないものだったり状態がいいものがあったら買っちゃって、ばらつきはあるんですが、毎月10万から20万ぐらい、特に今年はひどくて9月は90万円も使っちゃうっていう、本当にのめりにのめり込んでるんですよ。なのでコメントではですね、お金の資金源がマジで気になる、金持ちで羨ましいです、そんな感じでめちゃめちゃ言われます。今年はね、ポケモン ZA を4本買ったり、スイッチ2もようやく購入できたりとか、レトロゲームだけじゃなくて比較的新しいゲームも買えたので、特にそう言われることが多いんですよね。でも先に言っときます。皆さんが思うようなキラッキラな金持ち経営者でも何でもないです。マジで村人 A か B ぐらいの凡人です。実はこういう話をするかどうかについて一度アンケート取ったことがあって、聞きたいっていう人の方が多かったんですけれど、直接レトロゲームに関係する話でもないし、自己啓発系みたいで嫌だなと思ってたので話すつもりはなかったんですよ。一度撮影してやっぱ微妙だなと思ってお蔵入りにしようと思っていたんですけれど、だいぶ事情が変わってきまして、今後についてお話ししようとすると、この稼ぎ方みたいなところをお話ししておかないと、いつまでも成金みたいなお金の力で楽で悠々自適なレトロゲームライフを送ってると、そう思われそうだったので、でも実際はそんなことはないので、こういう背景があったんだよっていうのを説明をしておきたくて、今回は動画を回しております。なので和田程度でもいいので、毎月レトロゲームをたくさん買いたいよっていう初見さんも、普段見てくださってる視聴者さんもぜひご視聴いただければなと思います。それじゃあいきます。早速ですね、お話ししていこうかなと思います。ちょっと長いし考えがごちゃつかないようにということで、パソコンを確認しながらお話ししていこうかと思います。じゃあまず一番気になってるであろうところ、レトロゲームをたくさん買ってる資金源はどうしてるかっていうところなんですが、これはもう結論言っちゃうんですが、副業収益です。その副業っていうのがご存知、この和田レトロゲームの YouTube チャンネルですね。ただめっちゃ辛いです。辛かったし、今もそうだね、かなり辛いね。ということで、この流れをちゃんと説明するために今日は4つお話ししていこうと思います。1つ目が和田のちょっとした経歴紹介、レトロゲーム購入の資金源確保のために実際にやったこと、2025年12月にやること、2026年にやりたいこと、このあたりをお話ししていこうかなと思います。本来は2025年12月の取り組みと2026年の取り組みを今後お話ししたかったんですけれど、それだけ話すとまたね、成金みたいに見られそうだったので、今日はその前段階として資金確保についてもお話ししようかなと思います。では1つ目、和田の紹介ですね。先に言っておくんですが、僕の経歴に重要性はないです。これからいろいろお話しするんですけれど、僕のお話をすることで絶対にみんなも真似できるっていうことを証明するために和田の話をね、少ししようかなと思います。簡単にまとめると、和田はアラフォーの小汚いおじさんです。結婚はしていて、奥さんと娘がいます。仕事は IT 系の会社経営をしています。 YouTube チャンネルをサブの仕事として運営しています。ちなみに最近こっちのね、活動に関しても法人化しました。2025年やること、2026年のやりたいこと、このあたりで詳しくはお話しします。最後、頭は非常に悪いです。いやー悲しいね。中高時代の学年10位は下から数えた方が圧倒的に早いです。圧倒的に。もうぶっちゃけ言っちゃうんだけど、テストで1桁点数とかも取ったことあります。そんぐらいやばいやつです。ざっとこんな感じです。多分ワードだけ聞くと会社経営っていうその単語だけが輝いて見えるかもしれないんですけれど、会社設立とか法人登記なんて数万円あれば誰でもできるんで、それこそ学生さんとかでもバイトしたらね、1ヶ月で叶えられる、そんなラインですね。ひとまず和田っていう人間はそんな感じです。レトロゲームを買う資金源を確保するためにやったこと、ここが一番気になるところですよね。これが叶えばたくさんね、レトロゲームを買えるようになるわけですからね。ここはですね、先ほどお伝えした通り副業です。その副業っていうのが僕の場合は YouTube です。 YouTube の収益のみでレトロゲームを買ったり、修理部品を買ったり、その他の備品を購入してます。開始したのが2023年の12月ぐらい。その時の目標が1年で5万人、2年でもう5万人、2025年の12月31日までにトータル10万人を目標っていうことで開始しました。投稿本数はですね、月に最低でも17本から18本ぐらい。目標からビハインドしてる時は毎日投稿してる時もあります。結
果としては動画投稿からぴったり3ヶ月目ぐらい、このあたりで収益化できまして、初めて入った収益が確か23万円ぐらいでした。その後はいろいろ掛け合わせて、低いと月20万円ぐらい、多いと4、50万ぐらい、これが月々に入ってくるっていうイメージです。 YouTube 開始から現在までざっくり話すとおおよそこんな感じなんですけれど、どうでしょうか。まあ正直これだけだとまだ解像度低いですし、見えにくいところあると思うんですけれど、ここで言いたいのはめっちゃ大変だったっていうことと、これをやるには考えて行動するっていうことがめっちゃ大事ってことですね。これをちゃんと続けられれば、早いと3ヶ月、平均で半年ぐらいで結果が見え始めてくるので、ここまでは死ぬ気で頑張ろうぜっていうところがお伝えしたいところになります。少し遡って僕の話をまたちょっとさせてください。改めて言うんですが、僕は本当に頭が悪くて、勉強だけじゃなくて就職活動も仕事もクソほど雑魚でした。まあ今でも雑魚であることには変わりないんですけれど、当時はより雑魚でした。でも本当に紆余曲折ありながらも今に至るんですけれど、あることをきっかけに考えて行動することって大事なんだなっていうのを強く実感したんですよ。それが新卒1年目の会社。とりあえずいろんなところを応募した中での1社でしかなくて、特にやりたいことは何もなかったです。その会社はですね、現場系の仕事でいろんな意味できつかったです。事務員として入社したんですけど、そりゃもう馬車馬の方がマシなくらい働かされました。どんな感じかっていうとですね、朝は10時出社、終わりは深夜2時か遅いと朝4時ぐらい。事務員だったんですけど、その勤務時間中ずーっと体力仕事をしていて、毎日何十トンもの荷物を手で整理したり積み込みしていたりしましたね。土日も仕事が入ります。当時の基本給は6万円でしたね。今ではありえないと思います。残業代はガチでほぼ出ません。社内ミーティングでは先輩がいつになったら残業代払ってくれるんですかって普通に怒っていたくらいです。こんな感じの働き方とお給料なので、家を借りることなんてできなかったですね。深夜2時とか朝4時に動いてる電車なんてそもそもないわけなんですよ。給料が低いっていうこともあるんですけれど。で、どこに住んでたかっていうと、月500円の社宅に住んでました。安くていいじゃんって思うでしょ？全然そんなことないから。どんな環境かっていうと、まず部屋は5畳くらいの1部屋のみ。床はカビた畳でしたね。ガス水道なしの本当に空間だけ。入居した当時はゴキブリとかネズミの死骸普通にありました。狭い空間なのにね、掃除しとけよっていう感じでしたけど、部屋にいるっていうことは当然建物自体にもゴキブリネズミは当たり前。風呂トイレ洗濯機は共同。築60年の建物だったので、風呂は壁や床ほぼ掃除されていなくてヘドロまみれで、浴槽はいつもたくさんの虫が泳いでました。これガチね、本当に。風呂釜はコンクリでできたかな。共同の洗濯機も掃除されてないので、いつも真っ黒だったし、少しでも取りに行くのが遅れると、他のね、作業員の人たちが勝手に取り出して、ゴキブリ、ネズミが当たり前の汚い床に投げ捨てられてましたね。どう？これで住みたいって思わなくない？勤務時間的にも給料的にも本当にギリギリの生活だったので、あとは環境的に料理もできないんで、別の動画で言ったこともあると思うんですけれど、段ボールを机にしてその上で缶詰を食べて生き延びてました。そんな環境で確か3年弱ぐらい働いてました。マジで僕バカなんで、そんなきつい環境でも社会人って大変なんだなぐらいしか思ってなかったです。本当に当時はね、相当バカだったんですよ、今以上に。今思い返しても、あの会社が最初で最後の一番辛い環境でしたね。力仕事をするもんですから、エネルギー消費量も半端なくて、1食2合ぐらいは全然食ってたね。今はもうそんなに食えないですけど。でもある時労災にあったんですよ。仕事をしていたら近くの荷物が崩れてきて直撃して救急車で運ばれて、半年ぐらい動けない日々を過ごしてました。この時が本当に辛かったかな。あんなに辛い環境で辛い仕事を必死にこなして、違法レベルの給料で働いて大怪我して、今は天井を見つめて、なんだこのざまはと。この時は鬱になりかけましたね。毎日ずっと泣いてました。そして動けるようになってきて、さすがに過酷すぎる環境だったので、上司に相談したら、お前はまだペーペーだからもっと働け。そんな感じでした。頭にきましたよ、さすがに。こんな法外な働き方をして、給料もろくにないのにさ。ちなみに労災申請したら、最初は労災認定しないって人事の人が言ってましたね。さすがにこれは通したけどね。でもこの労災と上司の言葉で目が覚めました。この環境は悪いかもしれないんですけれど、結局自分でここを選択して望んでここにいるじゃんって、救急車で運ばれてやっと気づいたんですよ。もうね、体だけじゃなくて頭も直してもらえばよかったかな。ここでやっと考えるっていうことの重要さに気づいたんですよ。もうこんな生活したくない。もっとお金持ちになってゲームもしたい、買いたい、
時間も欲しいし、綺麗な部屋にも住みたい。でもどうやったらできるんだとかね。じゃあ転職する？転職ってどうやんの？そもそもこんな頭の悪い和田なんて誰が雇ってくれるんだと。ってことは転職活動じゃなくて何か資格を取るべきなんじゃないかとか、こんな感じでいろいろ考え始めて行動して今に至ってるっていうわけです。この話がなんで副業とか考えて行動っていうものにつながるかというと、考えなかったらあの環境がまだ当然だと思っていたかもしれないし、考えても行動してなかったら当然環境って変わんないんですよね。で、体が治ってからたくさんのことを考えて行動し続けました。一気に話しちゃいますね。まずその会社を辞めました。あの拘束時間では就職活動も転職活動もろくにできないんで。でも転職活動はうまくいきませんでした。頭が悪いだけで、ただただ肉体労働をしていただけだったからかはわからないんですけれど、そしてどうすべきかを考えて、非常に安易ではあるんですけれど、経営を学ばなきゃいけないんだなと当時は思ってました。そして調べてたら中小企業診断士っていうのを見つけました。この資格は簡単に言うと経営戦略とかアドバイスを提供する専門家的なそういう立ち位置のものですね。これを取れば転職活動うまくいくと思って1年で2000時間ぐらい勉強しました。模試的なやつはね、合格判定でした。本当にね、頭が悪かったのに勉強自分で興味を持って取り組んだらこんなに変わるんだなってすごい感激しましたね。模試はね、もう余裕の合格判定だったので当時自信満々で受けました。落ちました。なんて情けない。本当に全然ダメだったね。余談なんですけど、この年の問題だけが異常に難しくて、無条件で全員後から加点調整をされたくらい難しい年でした。っていうのはさておき、でも目的としては資格を取ることが目的ではなかったので、落ちても就活する予定だったので就活開始しました。勉強した回もあったのかどうかわかんないんですけど、すぐ受かりました。1年前の就職活動の苦労は何だったんだっていうぐらいです。これも余談なんですけれど、内定もらって1週間後から働けるって聞かれて2日で家契約して、でもすぐ引っ越し業者なんて手配できなかったので自分でトラック運転して引っ越しました。あと内見した時にさ、不動産の仲介会社の方かな、話した時に、ここってゴキブリとかネズミとか入居時から転がってたりしないですよねって言ったら、こいつ何言ってんだろうみたいな顔で見られたんですけれど、部屋の綺麗さに感激して内見の時に泣きました。そして2社目、ここはですね、作業着とかじゃなくてスーツを着てするような営業の仕事です。数十人ぐらいのベンチャー企業さんです。でもまたミスったんですよ。その会社がですね、パワハラ、アルハラ当たり前のくっそブラックな環境でしたね。僕はなんとか耐えれたんですけれど、女性社員、元からいた人とか後から来る人全員例外なくみんな救急車で運ばれるくらい精神的なもので発作を起こしちゃったりとかっていうぐらいのくっそブラックでしたね。僕はですね、ここで1ヶ月以上家に帰れないとかそういうこともありましたし、近くの銭湯で風呂だけ済ませて深夜3時上がりの朝5時出社とか2時間しかね寝てないというか、寝ることも無理だったかな。あとはね、営業費用も実費、仕事に使うスマホ、パソコン、これね自前で準備しなきゃいけなくて、今思えばどんなセキュリティだよって思ってましたし、現代じゃありえないですね。営業費も実費だったからめっちゃ貯金減ってきました。でも考えたんですよ。確かに会社組織に関すること、仕事ってどんなもんじゃいっていうことは何でも吸収しようと思って吸収しました。就職先はミスったかもしれないけれど、吸収できるものは吸収して次に行こうってポジティブに考えてました。そして3社目、ある程度学べて3社目に転職したわけですが、設立はまだ浅くて、でも数百人以上いる IT 系のメガベンチャー行きました。職種はね、経験したことがない望んだものではなかったんですけれど、1社目とか2社目に比べたらマジで全然マシだと思って、内定出た瞬間に即決で行きました。未経験の職種だし、その職種は経営幹部になれるものじゃないので、入社した時すでに実績積んだら転職しなきゃってもう考えてましたね。でも1社目で体を酷使して、2社目で精神を酷使して、この会社でも大変だったんだけど、もうねちょっとやそっとじゃ何も感じなくて、入社半年ぐらいでありがたいことに社内総合 MVP もらえまして、あの時はね本当に嬉しかったですね。初めて少し人生報われたような気がしました。その後ですね、リーダーマネージャーとどんどん上がっていって、やっぱり限界を感じたので転職しました。そして4社目、ここはねもうみんなが知ってるような超大手です。オフィスはでけえし、給料もいいし、働きやすいしで本当にびっくりしました。でもね、物足りなかったんですよ。組織化されすぎていて、失礼かもしれないんですけれど、僕のような末端の人に行けば行くほど考える人も多くはなくて、毎日ルーティンをこなすだけ。この時は営業をやっていたんですけれど、何か発言してもそうだねくらいしか相手にされなくて、もっと自分を成長させようと考えて、この時は効率化の徹底をひたすら考える時期でしたね。その時やってたこととしては、僕のやっていた営業を半自動化するツールを作りました。なのでプログラミングの勉強です。そりゃ機械の方が処理は早いので、これもね
圧倒的に物量をこなせて入社半年で契約件数はトップ取れました。ただこれはね、僕がすごいんじゃなくて周りが動かなかっただけなので、これはラッキーでしたね。ただあんまり評価は変わらなかったのと、刺激がなさすぎて1年くらいで辞めて今の会社を作ってサブで YouTube もチャレンジしようと、そんな感じです。一気に話したんですが、めっちゃ泥臭くないですか？僕の会社員時代なんてこんなねドタバタだったんですよ。全然キラキラしてないでしょ。最後ちょっとあったぐらいじゃないかな。給料も高かった時なんて一瞬だけでしたし、あとこの会社を作った時と YouTube を始めた時、今現在いろいろありましたね。実はね、僕がこの会社を作った時に仲間がいたんですけれど、会社を作った瞬間に亡くなったんですよ。その方を A さんとするんですけれど、 A さんもともと個人で稼いでいためちゃめちゃ優秀な人だったんですね。本当にこれから一緒にやっていこうぜっていうその時に亡くなっちゃったんですよ。ちなみに嫁さんもこの会社で一緒にやるつもりだったので、嫁さんはね本当にショックで精神病になっちゃって、僕ねその大手の会社さん辞めて3人でやるぞっていうスタートを切った瞬間、 A さんは亡くなって嫁さんもね精神病になっちゃって、いきなり一人でしたね。だから自分で会社作った最初の1年はその会社経営と妻の看病と家事と娘がいるんで育児と、そしてこのチャンネル運営全部一人でやってました。平日も土日も朝も昼も夜ももう忙しすぎてね覚えてないですね、その数年は。チャンネルに関しては爆買いとかそういう企画はやってたんですけど、プレイなんてね無理なんですよ。でもねこういうのって続くんですよね。ようやくね嫁さん復活してきたと思ったら、これも別の動画で何度か言ったことがあるんですけど、がん宣告なのでさらに数年また全部一人でやってきました。次にですね YouTube チャンネル趣味じゃないのってところ、要はそんなに大変だったならやめてもよかったんじゃないかって話ね。これはねいろんな理由があって、このチャンネルは続けなくちゃいけないんですよ。もちろんレトロゲームは本心から好きです。めちゃめちゃ大好きです。だからビジネス目的でやってるわけじゃないです。てかね、みんなだったらこのチャンネル見てて知ってると思うけど、ビジネス目的だったらお金が残らなさすぎる。こんな爆買い続けてたらどんどん資金なくなるからっていう話は置いといて、そういう環境下で YouTube を続けてきました。でもお話しした通り考えて行動すること、これがね成功の鍵であること、これを半年間は本気でやれってところ、これを行動指針にやってきました。何度かワードとして出ましたよね。半年でなんちゃらが達成できたとか、こういうのを成し遂げられたとか、経歴のところでちょっとお話ししましたよね。大した成功じゃないんですけれど、ちょっとずつ変わっていきますよね。そういうのを繰り返していくと。だからこのレトロゲームチャンネルも先が見えなかったんですけれど、やり続ければいけると思って3ヶ月目で収益化、最近ようやく落ち着いてきてこんな話もできるようになってきたってとこです。こんな感じで僕はね頭が悪いので非常に効率の悪い人生を送ってきちゃいました。だから人生に本気になるタイミングも遅かったですね。でもその重要性に気づけたからこそ、頭悪いなりに泥臭くちまちま積み上げてるっていう段階です。ようやく副業の話に戻るんですけれど、こんな感じで達成しようと本気でやれば半年で芽吹くはずです。僕より頭が悪い人ってそんなにいないと思うんですけれど、大半はみんな頭がいいと思ってます。なのでやる副業は何でもいいと思います。ただしどうやったら成功するのかを常に試行錯誤して考えて、それを行動に起こさないと意味はないと思います。いわゆる PDCA ってやつですよね。少しだけポイントを伝えるとしたら、継続が一番辛いので自分の興味があるものを副業にできれば理想っていうところですかね。正直その考えて PDCA サイクルを回すってやるものにもよるし、何をどう考えるってその人それぞれのスタイルによるから何とも言えないんですよね。でも興味があったら考えますよね。じゃあポケモンバトルしよう、そして優勝賞金があるぞってなったら、ポケモンが好きな人は考えますよね。今の環境って何使われてるのかなとか、そのポケモンの技構成、努力値ぶりどうしようかなとか、準備したら実際に対戦をしてみて経験を積んでさらに調整していって、これやってる人絶対いますよね。うちの視聴者さんにもそうなんですよ。興味があるとそれに対して自然と考えようとするし、興味があるからより深く考えようともするんですよ。だからこそ仕事に慣れてない人とか副業初めての人とか、そういった人は興味のあることから始めてみるのがマジでおすすめです。優秀な人はね、僕みたいなことをしなくてもどんな分野でも全然いけると思うんですけど、僕はそういうスタイルでやってます。あとはとにかくやめない、諦めない、あと多責にしない。何かあるときいつも思います。東京クールの金木くんの言葉、この世の不利益は全て当人の能力不足。これマジでそう思う。だって周りに頼ったって誰も助けてくれはしないし、頼って自分の期待値以下だったらがっかりもするし、何か不利益なことがあって周りのせいにしたところで何の解決もしないんですよ。成長もしないし、どんな理不尽でもそれに立ち向かうとか改善しようとするとか、これを自分で考えないと本当に意味がない。
金木くんのような闇落ちは僕はしてないですけど、これがね僕にはめっちゃ刺さってますね。だらだら話してしまったんですけれど、稼ぐためにっていうことでまとめると、考えて行動すること、3から6月は最低でも続けること、副業は興味のあることから多責にせず徹底的に続けること、これがレトロゲームの資金源確保の大事なポイントです。ごめんね、そんなさ簡単に大金稼げる方法俺知らんのよ。でも6ヶ月でさそこまでちょっとずつ変わってったら、トータル人生で見たら変わるでしょ。3ヶ月目でさ YouTube 収益化して、もし20万の副収益が入ってくるってなったら変わりますよね、多少なり。いや僕は変わりましたよ本当に。なのでぜひやってみてください。はい、こっからねようやく未来の話ですね。2025年12月にやろうと思ってること、結論から言います。私は約3週間住み込みで基盤修理について学んでこようと思ってます。いや拍手かどうかわかんないけど、そうです。この家を出て3週間住み込みで勉強してきます。実はですね、この活動をやってきて、もっともっとレトロゲームに関することをやりたいなって常々思ってるんですよ。熱量もマジ高いですね今。ただ僕の課題って技術力不足なんですよ。マジで技術ないんだよ本当に。そのくせやりたいことばっかあるんですよ。そして学ぼうと思ったんですけど、探しても電子基盤修理を教えてくれるところなんてなくてさ、それでようやく見つけたんだけれど、とてもじゃないけど通えないんですよ。なので嫁さんと話して許可もらって住み込みで学んでくることにしました。ぶっちゃけ研修費用も高いし、3週間分の宿代もあるんで100万まではいかないんですけれど、トータルそれぐらいかかりそうなんですよ。やっぱりさ撮影環境変わったりするとさ、なんで家で撮影しないの、もしかして嫁さんと離婚したの、なんか喧嘩したのとかなるだろうし、それ説明すると、今こういうことやってるんだよっていう風に話すとさ、もう一つの家分の家賃も払いながらさらに研修費用も払ってるってことみたいな感じで言われて、こいつレトロゲーム以外にまたそんなに金使ってんのかよ、金持ちかよって言われそうだったので、全然そんなことないっすよ、めっちゃ泥臭いよっていう話を先に話しつつ、12月になったら多分そんなに動画投稿できないので、このタイミングでお話をさせていただきました。この12月の報告をしただけだったらいろいろとね疑問点を残したままになりそうだったので、今日は先にレトロゲームの資金源確保のところについてお話をさせていただいたんですね。そう、これがね話そうと思ってやめたけど、環境変わってやっぱり言っといた方が良さそうだなっていう背景のところです。ちなみにその研修ガチで朝から晩まで週1日休み以外全部研修っていう感じです。それぐらい超がっつりなんですよ。もうめちゃめちゃ楽しみ。今でも修理受付は可能なんですけれど、この研修をクリアできたならレトロゲームの修理の幅も広がるし、ゲーム以外の修理もできるようになると思いますし、どんな視聴者さんの困りごとでも解決できるんじゃないかなって思ってます。まだやったことないんで、どこまでその技術をものにできるかはわからないんですが、マジで楽しみです。溜まってるジャンクも直せる確率が高くなるだろうし、直すスピードも上がりそうじゃないですか。いやこれはね本当に楽しみ。てかこの動きを予定していたので、12月は投稿本数が激減しそうで、そうなると10万人突破は11月中にしないとやばいなと思って、最近特に必死だったって感じですね。いつもショートを見て応援してくださってる方、ロング動画もそうですが、本当にいつもありがとうございます。そして最後、2026年にやること。これがね、何度かお話ししている修理事業の再開とオリジナルシェルの販売開始。この2つですね。これまで視聴者さんのシェル交換とか IPS 液晶化してきた時に、故障もしてるから修理をして IPS 化とかシェル交換もしてほしいと、そういう要望が結構あったんですよ。なのでシェル交換もやろうと思ったんですけれど、いつかの動画でも言った通り、今世の中で販売されているシェルとかっていうのは権利侵害してるものが多いんですよ。なのでオリジナルシェルを作って、僕も含め視聴者さんが権利侵害をしないように安心安全のサービスを提供したかったっていうのが背景です。てかそこまでやるなら修理技術もレベルアップしておかないと、そもそも僕が対応できない。そういうこともあって12月の研修っていう感じです。もちろんシェルを作るっていうことは、これまたね数百万とか当然かかるわけですよ。それにね IPS 液晶画面もそうなんですよ。ゲームボーイカラーとかねそういうのは大丈夫なんですけれど、 SP のやつとかがっつり任天堂さんのロゴ入っちゃってるし、これをね個人ベースだったらまだいいけれど、普通に販売とか交換代行なんて発信者の僕の立場からしたらできないんですよ。昔はねそういうのを知らずにやっちゃってたんであれなんですが、正直 SP 自体が発売されているものではないので、任天堂さんの収益減少に何か要因を起こしてるかって言ったらそんなことはないんで大丈夫だと思うんですけれど、これからやっていく分にはやっぱ知っちゃったからには丁寧にやりたいなと思ってるんですよ。ただそこで大金使ったらさ、またみんな和田を疑うんでしょ。繰り返しになるんですけど、そんなことないですよ、泥臭くやってますよっていうのを先に説明させていただいて、そしてこの2026年の動きを今計画していますっていうのを今お伝えさせていただいたという、そういう流れです。
はい、以上になります。前半だいぶ長くなっちゃいましたが、2025年12月と2026年、これはマジで僕は楽しみですね。冒頭でもちょっとお話はしたんですけれど、このチャンネルの活動も法人化したし、少しずつ整えつつあるので、来年もそうですけれど、2027年とかね、その先とかどうなるんだろうなって感じですよね。修理も一人じゃ抱えきれなくなるかもしれないから、将来的には一緒に働いてくれる人も欲しいんですよ。マジで将来的にこのチャンネルで社員さんというか働いてくれる人募集するかもしれないんですけれど、もし興味ある人はぜひそれまでね、このチャンネルを応援して見ていただけるとね、非常に嬉しいです。ということで本日は以上になります。あんまりね、自慢話にならないようにと思って一応考えてお話ししてみたんですが、いかがでしたでしょうか。もしこういうお話とか興味があるよっていう要望が多かったら、もしかしたら今後もこういうお話をするかもしれないです。ということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃまたね。